はい、皆さんこんにちは、りゅうまです。今回もオリジナルで作ったアドオンの紹介の動画になります。で、今回紹介するのが、こちらにもすでに見えてるんですけど、このキリパスツールスっていうアドオンですね。こちらについて紹介していこうと思ってたんですけど、最初ね、この動画1個でこちら紹介しようかと思ってたんですけど、このスクリプトに今3つの機能を投稿させまして、もともと3つに分かれてたんですよ。それを同じような今キリパスツールスって名前にまとめちゃってるんですけど、パスを使った機能っていうのが3つぐらいあって、今まで作ったやつの中でせっかくだから統合しようかなと思って統合してみました。でその統合したバージョンをこれから配布しようかなと思ってるんですけど、3つ分なんで3つ分のスクリプトがまとまってるんで、1個の動画で全部まとめて紹介するのはちょっと不親切かなと思ったんで、今回のこのキリパスツールスに関しては一応全部で3個の動画に分けて紹介していこうかなと思います。ただダウンロード自体はこちら3つの機能を統合したものになっているので、今回のこちらの動画の概要欄からまとめて手に入れることができるので、もしね、説明動画見なくてもなんとなくわかるよっていう人がもしいれば別に使っていただいても大丈夫ですしっていうような感じです。で今回は一番上のところに書いてあるこのアニメカーブ生成っていうところ、こちらについて説明していこうかなと思ってます。はい、大枠の話はそんな感じですかね。で早速話していくんですけど、いつも通りアドオンの入れ方からまずは話していこうかなと思います。こちらのアドオンなんですけど、これアドオン入れたことある人からしたら今更なんだよっていう話かもしれないですけど、一応ね入れたことないっていう人がいるかもしれないんで一応説明させていただきます。上のこの編集のところにプリファレンスっていうのがあります。こちらを押していただくとこんな感じの画面が出てくるんですけど、ここはタブでいろいろ切り替えられるようになってまして、でここにアドオンっていうのがあるんで、こちらのアドオンってやつを押してください。するとこんな感じの画面が出てくるんですけど、こちらの右上のとこですねに、逆三角みたいなマークがついてるんで、こちらを押していただくと、ディスクからインストールっていうボタンが出てくるんで、こちらを押してください。そうすると普段ブレンダーとか読み込むときに出てくるウィンドウみたいなのがあると思うんですけど、ブレンダー用のそちらが出てくるんで、こちらの動画の概要欄からダウンロードしたスクリプトをそこで選んでいただければ、こちらにこんな感じでキリパスツールスっていうのが出てくるんで、もしここにチェック入ってなかったら、インストール後にこちらにチェック入ってなかったら自分でチェック入れてください。そうするとこちらのブレンダーのサイドバーですね、こちらサイドバーのところに、ここにアイテムツールとか、こちらもいろいろタブがあると思うんですけど、こちらにですねこのキリツールスっていうタブが新しく追加されてると思います。そちらを押していただくと、キリパスツールスあるんで、そこから使ってくださいって感じですね。はい、導入方法については以上となります。早速使い方について説明していくんですけど、今回のこの一番上のやつに関しては、一番難易度が低い、使う敷居が低いものなので、軽く説明しようと思ってるんですけど、一応こちらに、いつも通りこの使用上の注意っていうのが書いてあるんで、一緒に読んでいこうかなと思います。アニメーション中のオブジェクトを選択、フレーム間隔ごとに位置をカーブ化って書いてありますね。何のこっちゃって感じかもしれないですけど、一番上のやつが特に重要ですね。アニメーション中のオブジェクトを選択。要はこれアニメーション、そもそもこれ何のどういうツールなのかって話をしてなかったんですけど、要はアニメーション動いてるオブジェクトがあるじゃないですか。この前その魚パーティクルのシミュレーションで出てくれた魚にまた協力していただいてるんですけど、こんな感じで移動アニメーションがありますよね。この移動アニメーションに沿ってブレンダーのパスを描いていくっていうようなツールス、具体的にどういうことかっていうのを実際に見せた方が早いと思うんで見せますね。今言った通りアニメーション中のオブジェクト、こちらなんですけど、こちら選択した状態でこのアニメからカーブ生成っていうのを押してください。するとこんな感じでパスが描かれます。っていうだけのツールですねこれ。パスに沿って移動させるっていうモディファイアじゃないコンストレイントがあるんですよ。パスに追従っていう
これ使うことによって、このパスに沿ってオブジェクトをアニメーションさせるっていうのができるですよね。その時に、パス自分で引くより大雑把にアニメーションさせたものを用意して、そこに対してパス描いてくれたら便利かなと思って作ったのがこちらになります。ほんとこれだけなんですけど、で一応細かいところ話していくと、このアニメからカーブ生成の上にこのフレーム間隔っていう項目があると思うんですけど、こちら何かっていうと、このスクリプトって結構そのやってることって結構単純というか、そんなに難しいことやってなくて、このアニメーションに沿って、例えばこれ何フレーム目にこのオブジェクトがどこにあるかっていうのを、取得して、そこと同じ位置にカーブの点を打っていくっていうような処理を行ってるんですね。でそのカーブの点を打つ間隔をどれぐらいで打ちますかっていうのを選択できるのがここって感じですね。例えば今2にしてるんですけど、これ2にすると2フレーム間隔で2フレームごとでいるそのオブジェクトの位置に合わせてカーブの点を打っていくっていうような処理になってます。これ例えば10とかにするとこんな感じで、さっきよりもちょっと滑らかなカーブになってると思うんですけど、こんな感じでフレーム間隔を調整することによって、このカーブの点の間隔をコントロールできるようになってます。はい、という感じですね。以上ですね、今回の動画に関しては。今回はね、説明すること少ないんで、こんな感じで終わろうかなと思います。こちらもね、使用用途としてはさっきも言った通り、カーブに沿ってオブジェクトのアニメーションさせたいってなった時に、このカーブを作るのが、手作業で一個一個打っていくの大変だなって思う時があって、たまにそういう時に、大雑把にこうやってオブジェクトのアニメーションをキーで作って、それに沿わせてカーブを作りつつ、かつそのカーブに沿ってオブジェクトにアニメーションさせるみたいな、ニッチですねこれもニッチかもしれないですけど、そういう用途で使いたいっていう人がもしいれば、使っていただけたら嬉しいかなと思います。ということで、じゃあ今回はこれで動画終わろうと思います。またね、次回残り2つの機能についてはそちらの方で説明していくので、もし興味があればそちらも見てもらえたら嬉しいです。ということで、ではでは。